都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いや今日も平和だな。マスターいつかちゃん、このお花何？お花？祝100回ってあるけどマスターこれ何？そうなんです。なんと格ゲー喫茶ハメジュン、今日が100回目なんですよ。おめでとうございます。マジか。マジです。いや初回どんな感じだったか覚えてます？いや格ゲー全然知らなかったですし、じゅんさんもこんなに優しい方と思わなかったですし、はめこさんもなんか当時人間味がなかったような気がしてます。人間味がない。なかったなかった。めちゃくちゃな言われようだよ。俺はね、まさか自分がこんなに負けた時へこむとは思ってなかったね。ダメだね、あの頃のハングリーな俺もう一回取り戻そう。マスターは本当にいろんな格闘ゲームの実況解説したなっていうのが実はあって、でいろんな格闘ゲームに関われて本当に良かったなっていうのが。お、いらっしゃい。お、いらっしゃいませ。うわー、格ゲー業界で大活躍中のお三方じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。放送100回記念、1人目のお客様はドラゴンボールファイターズなど数々のタイトルで活躍を続ける剛一選手。格ゲー喫茶ハメジュンには2度ご来店いただいています。2人目のお客様は東大卒の理論派プロゲーマー時戸選手。格ゲー喫茶ハメジュン記念すべき第1回目のお客様です。3人目のお客様は日本の鉄拳シーンを牽引してきたのび選手。第3回目のお客様で過去に5回ご来店いただきました。本日は100回記念ということでお三方をお迎えしました。もうおなじみかもしれませんが紹介していきましょう。まずはドラゴンボールファイターズの回で2回ご来店いただいています剛一選手。はい、サイクロプスアスリートゲーミングの剛一です。今日は呼んでいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、記念すべき第1回から幾度となくもご来店いただいています時戸選手。はい、ロート G の時戸です。よろしくお願いします。そして、キャリアと実力やはり鉄拳の顔のび選手です。チーム山下所属ののびです。よろしくお願いします。ということで100回記念ということで、まずは皆さんにその格ゲー喫茶ハメジュンの思い出、番組の印象なんかをちょっと伺っていきたいんですよね。確かに。そうですね、一番初め呼んでいただいた時喫茶店でやってたのがすごい印象的でして、ではめこさんがコーヒーを入れて出してくれるんですよ。でこのコーヒーってどうしたらいいんですかって言ったら、なんかタイミング見て飲んでくださいみたいな感じで言われて、これいつ飲んだらいいんやろうっていう、ちょっとゲームと関係ないんですけれども、印象そこ全然関係ないんですけど、いいかわからない。確かに。でも懐かしい。いや本当カウンターあったもんね、一番最初に来てもらった時。時戸さんいかがですか？じゃあ僕の場合は一発目っていうこともあって、まだ出来上がってないぐらいからね。そうで正直この100回目をまさか迎えられるとはと当時。いやそれね、僕らが言うならいいんだけどゲストが言ったらちょっと変なんだよ。なんかやっぱりみんなその格闘ゲーム、ね好きな方ばっかりで、いつかちゃんもねまさかここまでしっかりあの時やるとは思わなかったけど、本当にガードを教えてくださいましたもんね。だからまあみんな本当に格闘ゲームが好きになる素質があったっていうか、もともとハマりやすい体質だったのか。ありがとうございます。いやもう時戸さんのおかげですよ。そしてのびさん覚えてらっしゃいますか？初回の時。覚えてますし、その正直単発かなって、なんとか爪痕残そうかなと思ったらもう第100回ということで、そうなんですよ。まず5回もお呼びしていただいてありがとうございます。この3人で言ったら剛一さんは違いますけれども、時戸さんとねのびさんはハメジュンカップ出場していただきましたね。プレイヤーを呼んでやるってあんまないですもんね。ないですね。だから時戸さんはプロデュースもしてもらいましたからね。そうですね、第1回ハメジュンカップに優勝させていただいて、で若手の活躍する舞台がちょっと少ないってんで、若手の大会を開かさせてもらったんですけど、のびさんは第5回のハメジュンカップに出場してもらってね、ちょっとチームメイトがね今いなくなっちゃって、あんなに笑ってる武さん初めて見ましたからね。見たことあります？あんな笑顔子供が生まれた時ぐらいしか見たことないですよ。そして剛一選手がもしハメジュンカップに出場してくれるとしたらどのタイトルがいいですか2つ言っていいですか？うまいだね。まず1つはストリートファイター5最近やってるんで、スト5呼んでほしいなっていうのと、まず1つ目から、はい、あと
9月30日に新しく出るメルティーブラッドっていう最新作が、メルブラね、出るんですけれども、僕の原点のゲームなんですよ。これもしあったらぜひ読んでいただきたいですね。すごいね、ドラゴンボールって言うかと思ったのね。ドラゴンボールも、はい、メルブラ絶対取り上げますから、絶対取り上げますから絶対。もう今回見事にこうバラバラというか、もうあえてむしろいわゆるこのゲームを代表する人たちを呼んでみようというのが一つありました。まず郷一選手はドラゴンボールファイターズの回で2回来ていただいております。最近なんかはね、ギルティギアストライブの大会第1回 e スポーツプロフェッショナルチャンピオンシップスで準優勝を果たしておりますし、他にもねストリートファイト5も最近かなりやっているというふうに伺っております。めちゃくちゃ強いメナトっていうね、スト5リーグ、そうですよね、ありまして、ドラフトで6人選ばれるっていうルールなんですけれども、もしかしたらそこに選ばれるんじゃないかなっていうことで、そこをモチベーションに今はちょっと頑張ってやっております。もうかなり上位の実力を持ってるんで、そこは結構ね引っ張りだこなんじゃないかなって僕は思いますけどね。そして時戸選手はインテルワールドオープン2021、ストリートファイター5部門、日本と韓国を対象とした、地域決勝大会で見事優勝しました。おめでとうございます。いやすげえよ。いやしかもこう一度ルーザーズに落とされてからの、NL 選手に対するリベンジ優勝ということで、孫いるじゃないですか、孫に本当にねお世話になりましたね。キャビンですからね、使うキャラクターがもう今天国の孫さんも喜んでると思います。死んでない生きてますご存命ですそしてノビ選手はトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン4、残留戦を勝ち抜いて、そして国内最強8人が集結した T1 リーグで戦い抜き5位という結果でした。いかがだったでしょうか。また残留3回目。そうなんですよ。門番みたいな状態になってます今。でも絶対残留戦1位通過で上がるんですよ。そうなんですよ。残留戦やったら絶対負けないんですよ。僕結構鉄拳伸び悩んでたんですよ。何が足んないんだろうと思った時にこの大会で初めてそれが分かって、そこから練習するようになってからの大会めちゃめちゃ今成績いいんで、ちょっと生まれ変わった僕が次は絶対見れると思うので。はい、ということでさて、お話はつきませんけれども、今からですね3人だけで、格ゲーマーならではの濃い話を聞かせていただきたいと思います。楽しみなんですよ。深い話には行くだろうから浅いところから行ってほしいですね、僕は。プライベートな話聞きたいなと。いつかちゃんは？私はでもキャラ選びをなんかどうやってやってるのかなとか、あとそのトッププロから見たやっぱ新規のプレイヤーたちをなんかどう見守っているのかとかちょっと聞きたいですね。マジで格ゲーマーになったんですね。そんなこと言う人じゃなかったでしょ。変わりました。変わりました。はい、ということで、格ゲー喫茶ハメ順第100回記念、格ゲーマースペシャル座談会開演です。楽しみだ。トッププレイヤーによる100回記念スペシャル座談会、どんな話が始まるのか。じゃあこの3人のね座談会ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろテーマを用意していただいてはいるんですが、その中でね、やっぱ最初出会い。時戸さん、郷一さんはどういう出会いなんですか？海外？多分海外ですね。海外だよね。はい。アトランタのファイナルラウンドっていう大会、その時に時戸さんとか梅原さんとかもいらっしゃって、そこで喋ったりとかはするようになりましたね。僕はやっぱ対戦して今、練習試合とかもやっていく中で強いやつとやりたいから、それで連絡取り合ったりとかはするようになったんだけど、ここね初対面だもんね。そうなんですよ。ただ僕はもう一方的に郷一さんのこと知ってるんで、結構僕ストリートファイターの動画見るの本当に好きで、トパンガリーグを見てる時に郷一さんがなんか勝った後とか、勝っても負けてもどっちにしろ酸素ボンベ吸っててゲームで酸素ボンベ吸ってるやつおると思って、そのソニックフォックスとのなんかドラゴンボールの試合とかっていうのとか煽り合いとか見て、すげえ人なんだなっていうのは僕の中で知ってたので、僕は一方的に知ってました。僕も闘撃も全選手といいますか、大体そのパンフレットを見てノーリスペクトをノビ優勝みたいな感じで名前は本当に存じておりました。でもここは、ビジョンぐらいですよね。そうなんですよ。そうなんかめちゃくちゃ生意気な子供が来たぞっていう風に、16そう俺の先輩の DM さんのことをなんか呼び捨てにしてる
高校生来たぞっつって僕はでも時戸さんがマッドキャッツ入ったところらへんからあれ時戸さんってあの時やっててボブ使ってた人でってなって。一応あれのその時の鉄拳の時は俺のことを認識してくれてたんだ。僕全部知ってますよ。だってカップラーメン食いながら鉄拳やってる人なんで時戸さんが孫さんしかいなかったですもんあのゲーセンで。それは孫なんだけど多分まあ孫っていうことにしとくんだけど。で2015年ぐらいに豪輝対ドラグノフのなんか一種格闘技戦とかで一緒に仕事をして、そうだね、そこでなんかいろいろ喋るようになったりしてて、その帰り道に「おいノビー」って「お前もしも地球に格ゲー星人が攻めてきたらどうする?」って言われて「いや何言ってるかちょっと分かんないっすね」何言ってるかっていうのも申し訳ないんでちょっと分かんないっすねっつったら「俺はその時に選ばれる人間でありたい」って「多分世界一ってそういうことだよ」みたいなこと言われて「あそうなんすね」って「ありがとうございました」っていうので結構やばい人なんだなっていうのがその時の結構強めな印象でした。ご一は今の話を聞いてどう思った？いやお酒飲んでなかったんですよね。いやそうじゃないそう。あお前攻めてきた時にちゃんと対抗できんのかってことだよ。僕宇宙人が来たは時代表でありたいです。ですよね。はいはい、そういうことでございます。ありがとうございました。いやまあでも今考えたらそうですけど当時まだ格ゲー文化がそんな根付いてない中で格ゲー星人の話出されてもちょっときついですよまだ。そうなんだよね。はい、そうあの時俺もなんかちょっと意識高い系になっちゃってて、そういうのちょっと周りにね言いたくなっちゃってた時期があってさそうなんかそう僕時戸さんのイメージはそのゲーマー代表として意識してるなっていうのすごい強いなと思って、その格闘ゲームがここまで来れたのっていうのがやっぱり第一人者の梅原さんがいたから、でそこに孫さんと時戸さんが2人マッドキャッツで3人でやってた、その2人も意識すごい高いなって思ってて、見本となる人っていうのは格闘ゲーム業界になったら絶対時戸さんなのかなって僕はずっと思ってます。思います本当に。まあでもやっぱ上の人たちを見てさ、下もさ、真似たりさやっぱ憧れの存在だろうから、その自覚はやっぱり持ってた方がいいよね。そうですね。でも51は大会10個出て10個優勝とかそのぐらいのノリ全部見てましたしで、アメリカのソニックフォックスもそういうノリで、そんぐらいやっぱさ強くて存在感集めてないとやっぱその注目されないですよね。日本はこいつでアメリカはこいつでなんかでもその2人が協力してお互い煽り合ってゲームシーン支えてるっていうのはすごいと思います本当に。でも2人だとあれか初対面だから現在の印象っていうか。そうです。僕はもうそのでも見たまんまの印象ですね。剛一さんはもともと天才っていうのをずっと噂で聞いてて、いろんなゲームやるにしろ反応もめちゃめちゃいいし、小手君もすごいしっていうのに加えてそのドラゴンボールの盛り上げ方とか見ると、ゲーム盛り上げるのって本当に上手い人なんだなっていうのはずっと印象であります。ありがとうございます。いえいえ本当にそう思ってます。僕はノビさんのそのプレースタイルとかすごい攻めて有利フレーム取ってから自分の展開作って面白い試合される方やなっていうのと、顔芸だったりとかすごいユーモアあふれる方だなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、そうでもプレースタイルで言えば、かっこいいね。いや僕それでも貫いてます。それはね俺ね今鉄拳ってその守り主体でつまんねえと。はい、俺が攻めの鉄拳でどんどんガンガンプレッシャーかけて相手に技出させてそれを刈り取る、それこそが俺が思う鉄拳だから俺はそのプレーでみんなをあっと言わせるっていうふうに言ってて、すごい地味なシーンがやっぱり上位の試合ってなっちゃうんで一発もらっちゃいけないんで、でもそんな試合を普通の人が見てても面白くないかなと思って僕はあくまで最後までそれはずっとやっていきたいなって思ってます。今でもやっぱそういうその試合を見てそういう意気込み感じるもんね。俺はなんかここでそういう小さくまとまんないぜみたいな。そうですね。あとは勝ちたいですね。それで。それで世界一にねやっぱもう一回両なって。立難しいよね。そこの自分の表現とさ。難しいです。やっぱそこの試合だから勝負事だから勝たなきゃいけないっていうのも。そうです。リロイ・スミスがエボジャパンの時に出てきて鉄拳で上位の8名中7名がリロイを使って、そんぐらいの強さのキャラが出た時に使いますすぐに。俺は使うね。僕も使います。最大限勝てるための努力をやりますよっていうのは自分の中でも向いてるって分かっちゃってるから俺はリロイ多分使ってると思う鉄拳やってたら。剛一さんも。自分も同じ意見ですね。僕逆なんですよ。そういうやつらを駆逐したらいいんですよ。そこまでいくとさ
やっぱその調整もさ、急いで入るじゃない。でそれ読みで違うキャラの熟練度を上げとくっていうのも、結構作戦としてありなのかな。自分の色を出す、逆に信じてもいいのかなとか思っちゃったりもするし、いやでもねサービス精神やっぱすごいっすよ、のびさんは。本当に盛り上げようとしてるし、下の面倒をさ見させられるみたいな立ち位置にやっぱりいるじゃない。そうなんですよ。なんかプロゲーマーのちびっ子たちの粗相が全部俺に DM で回ってくるんで、やっぱもう鉄拳界はやっぱりのびに言っときゃとりあえずは安心っていうのはあんのかな。まあ人を増やすためにどういうふうな働きかけが。まずはオンライン大会が頻繁にあるんで、選手全員ライセンス持ってる人とか影響力ある人は配信してほしいんですよね。僕もドラゴンボールの時にそれは本当に思いますよね。なんとかしたいなって思って。そう、なんとかしたい。僕の場合そのドラゴンボール結構海外人気がすごいんですけれども、英語で何か解説したりとか、英語で動画を出したりとかしつつ、一応日本語でもやりつつっていう感じで、どっちも見ていただけたらなっていう感じで。別に海外で盛り上がってくれることになる。いやありがたいですよ。それももちろんありがたいです。なんかでもワールドツアー行くたびに感じるのは、めちゃめちゃすげえな海外。その盛り上がり日本じゃねえなってなってるんで。違いますね。これをもし日本でこんぐらいの熱気でやれたら、プレイヤーたちももっと刺激されますし、目指したいなって思えるんじゃないかなと思うんですけど、そこが今近いのはやっぱり圧倒的にストリートファイターなんで羨ましいなって思いますけど、よくよく考えたらストリートファイターってタレントがバグってるぐらいいるんですよ。そうなんですよ。名前挙げたら変な人多いね。いなかったですよ昔。なんなら俺も7、8年前まで全然。でも、ある日ね、そのプロの人たちと、あとそのプロに近い人たちで集まる機会があって、先輩に言われたのよ。このままだと何の準備もできてないまま波だけ来ちゃうよと。でいざわって来た時に準備できてないからもったいないと。そういうブームってすぐ去っちゃうから、それをブームが来てから準備するんじゃ遅いんだっていうことを言われて、ちょっとみんなバシッと気合い入れて、見た目から。いやなるほど。あと話術とか、まあその人は今見た目ちょっと太っちゃったりもしてるけれども、でもああいうねことをやっぱ上のよくこの業界のことを分かってる人から言われて、ちゃんとそういうふうに意識するやつも絶対いるから、そういうふうにちゃんとなんか下に伝えていくっていうのは大事です。もうやってった方がいいんだろうね。今後の格ゲーシーンにさっき若干それっぽいことは話してたんですけど、そろそろちょっと新しいの期待してるんですよ個人的には。バージョンアップじゃなくてバージョンナンバリングでそうですね8ってことか。8ですとかが出てきたりした時に、なんかもっとみんな一丸になっていろいろ今までやってきたことっていうのを生かして新規の人を獲得するチャンスかなとか思ってるんで、俺らも同じで、そう近いですよね。僕がもうそろそろなんじゃないかっていうふうには思いますよ。言われて、その時に向けてなんかざわざわした感じになってるのはちょっと感じるかな。ただなんか全体で言えば、格ゲーシーンっていうのに限定するんじゃないけど、やっぱね今年もオリンピック今ね開かれて、ひょっとしたら今回の東京でゲーム入んじゃねえのっていう噂はすごいさ入ってきたじゃん。今度はパリだっけで入るんじゃないのとか、格闘ゲーム選ばれるかは分かんないけど、あとはだからそこでどんだけプレイヤーが存在感出して、人を増やせるかだよね。間違いない。のびさんはやっぱりすごい綿密な計算をされてるようだけど、俺はやっぱなんかあれよ、ゲームやってる人いてかっこいいな、俺もちょっとやってみたいなみたいな、なんかちょっと軽い感じでいろんなところに伝われば、そこからさ少なからずやり続けてくれる人もいるだろうから。僕はいろんなゲームやるんで、ここで活躍したら僕のちょっと認知度が上がってファンになってくれた人が、新しくもうすぐメルティブラッドの新作が出るんですけど、メルティブラッドをちょっとでも多くの人に知ってもらいましたとか、そういう立役者に自分はちょっとなりたいなって思って、それをきっかけに
もあるんですけれどもプロになったんですよ。だから本当にいろんな格闘ゲームを知ってもらいたいっていう風に思って動いてるっていうのは、いろんなゲームやってるとおかしくなんないですか、感覚。やっぱり混ざりますね。混ざりますよね。僕本当にスマブラをガチでやってて、一回鉄拳でジャンプしちゃってて、やべえと思って。なりますなります。なりますよね。なります本当に。今後の目標もそういう感じで、そうですね。もう本当にゲームの楽しさを伝えれたらなっていうのはありますね。高い目標だと思うけど、はい、ちょっとそこは自分で頑張っていこうと思ってます。そう100回を迎えましたもんね。それも地上波で100回っすよ。すごいですよね。格闘ゲームです。格闘ゲームで。そうなんですよ。ゲームじゃないもんね。そう格闘ゲームだけで100回ってはいすごいね。すごいですね。ありがたいことですよね。本当に。ネタも切れずに。はい。なんかでも確かに3人じゃなきゃ多分成り立たないものだと思います。で次はやっぱり1000回ですかね。次の。そこまで。そうですね。次そう1年。1000回何年ですか。50週だからもう20年後になっちゃう。いいですね。なんか150回ぐらいの時にもしかすると格ゲーシーン変わってるかもしれないんで、そしたらその時とかにまた3人呼んでもらえたら。はい。じゃあ今回第100回のアメジュンでこの3人が対談ということでねやらせていただいて非常に面白い面白かったですね。面白かったです。話ができたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか。はい、もうなんか面白いすごい笑える話からすごく真面目な話まで聞けて、すごいもう100回にふさわしい回になったなって本当にありがとうございますという気持ちです。ありがとうございました。100回って普通僕らが盛り上がるんじゃないの？確かに。なんかお客さんにお店乗っ取られてるって気持ちで、いい話だったんですよ。見てたんですけど、これはちょっと200回目はみんなでわちゃっとなりたいなと思いましたね。はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなかその時戸さんとのびさんとこういう風に真剣な話をするっていう機会が多分この先もなかなかないと思うんですけれども、のびさんのその熱いその鉄拳に対してのなんか盛り上げ方とか、ドラゴンボールとかあとは新しく出るゲームに対しても生かせたらなっていうふうに思いましたし、やっぱり時戸さんはすごい方だなっていうふうにまだ改めて感じたんで、ありがとうございました。もう今のご時世このね3人で集まるっていうのもめったにないので、普段話さないようなところまで突っ込んで話せたのがものすごく楽しかったです。今日のいろんな話し合いすごい本当に参考になること多かったんで、それを生かしながらも今後活動していきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、今夜の格ゲー喫茶アメジュン100回記念、お客様は剛一選手、時戸選手、そしてのび選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は番組初となるスペシャル企画ハメジュンカップ番外編格ゲークイズ王決定戦。さらに第100回の放送を記念して視聴者の皆さんにプレゼントを企画中です。お楽しみに。